皆さんは、欲しいものがあった時に我慢を、しますか？私は、しません。それが、摂理だからです。はい。本日もまた散財した物を、利用してテンションプギャーな感じでやっていきますわ。オラフィフ。出だしからパクリやめろ。最近某 YouTuber さんの、オープニングが見事にストライクで、劣化版のオマージュです。楽天さんを徘徊していたらこちらの、塗料を発見しましたので、大人会で、アーミーグリーンとミリタリーカーキと、デザートサンドを購入しました。ニッペホームプロダクツさんの、カモフラ、シリーズです。あら、素敵ですね。でもお高いんでしょ？いえいえ奥様こちらは、1個、なんと、2980円です。税込み。やりやがったな。これを3個も。いえいえ奥様、これだけではありません。さらに今、こちらをお付けいたします。宝塗料、サビエイジングセット。こちらは、なんとサビっぽく塗装できる品でございます。2種類セットで、なんと、2880円となっております。税込み。あらお買い得ですね。全部でおいくらかしら？過ぎ去ったことは、記憶にございません。おい。今度は、塗料の沼か。アーミーカラーとサビが最近の、流行です。そんな感じで今回は、余った材を利用して棚を、作ります。一応、動画の説明する気は、あったのね。まあ、バラした材料の塗装を、剥がして再度、組み立てて塗装しております。オイル塗った木材は、塗装のノリが悪いわよね。組み立てをした棚は、こちらで晒し物にいたします。もちろん、高すぎて常時利用するわけではございません。脚立いるわね。オラフィフ。1個目が、完成したので2個目を、しばき倒します。最近、ところどころ口調おかしくない？多分ですね。東京リベンジャーズにハマったからかと。いい年してそれに流行り来るのが、遅い。それは、ですね。アラフォー特有の時の流れが、遅いからですね。アラフォーついでに東京リベンジャーズは、昭和生まれの方には懐かしいテイストです。時代設定は、平成のようですが、どう見ても昭和後半から平成初期かと。ぶっ込みの卓を青春時代に、見ていた方々には、おすすめかと思います。そういえばバイク買ったけど、全然詳しくなくて。漫画参考にデビル缶を、買いましたね。一応、暴走行為は、していませんので、あのマフラー特有のデロデロ音が、好きだったのです。話が、それましたが2個目の棚を塗料まみれにしていきます。この色は、アーミーグリーンとなります。艶消しでいい感じですが、少し希望より明るい色かと、思われます。以前、利用をしていたアサヒペンの、オリーブグリーンと比較して、用途価格で今後、こちらを採用です。どうせ、いつもの艶消し黒混ぜて暗くするんでしょ。多分、適材適所でそうなるかと、思われます。これ以降の棚は、例の秘蔵書を陳列するために、利用します。パッと見た目では、まさかこんなものが入っていたとは、という感じかと。棚設置に合わせて、またこちらを整理整頓してくださいな。確かにまた荒れてきてますね。これくらいが、落ち着くんですけどね。塗装は、終了でお次は、いつものです。お決まりのステンシルですね。新たにスカルステンシルを用意いたしました。自分に、お肉がたくさんついてるから骸骨好きですね。痩せませんねー。夏バテって何ですか？って感じですよ。コロナ禍になってから風邪もひかなくなりました。そりゃ、毎日マスクしてるし手洗いしてるし、夜飲み歩いてないから体力は、超自慢単だし、寝不足でもないし、小銭は残るけどポチポチで、散財してるから結果的に、相変わらず金欠だし、それでもトイレで流さないで、物に変わってるから良しとするしかないかと。
ついでに2回目のワクチン接種した翌日37度前半であれちょろくね？俺、平気じゃね？とりあえず会社堂々と、休んでのんびりしてたら急に、39度になって泡食って、解熱剤飲んでぶ倒れてました。そこまでして防御しても旅行もできないしドライブのできないし夏休みは、まだ取得してないし、なんだこの世の中、は。満足した？溜まってるわね。もう色々と限界なので、サビ塗装します。あ、この宝塗料さんの塗料は、フォローしている方がつぶやいていたので、見つけた次第です。こんな世の中だから、Twitter で、同じ趣味の方とつながると、世界が広がるわよね。Twitter もやってますのでよかったらフォローお願いします。サビ塗装は、しっかりした調べもしておりませんので、相変わらず雰囲気でやってます。まあ、こんなもんか程度で見ておいてください。墨から色を置いていけばなんとなく、雰囲気が出るかと思っております。この手の塗料は、薄めたりして使うのでそこまで、大量に消費しませんね。塗りすぎてやらかしたと思っても、なんとなく帳尻合わせができますしね。筆かスポンジに軽くつけて、こねこねしてればできたりします。結果的に自己満足だしね。いまいち、鉄の感じが出ないので毎度の、アイアンペイントです。仕上げに黒のアイアンペイントを、角に置いていけばそんななんとなくいい感じに。ちなみにこちらは、棚の下部になるので見上げないと、気がつかない場所になりますね。なんとなく雰囲気出てると勝手に思ってたりします。お次は、扉作成です。ミリタリーカーキを利用します。割と塗料に粘度があるようで木目を消すことができそうですね。筆跡が残ってるけどこれもご愛嬌。溝が切ってある材料を購入して時間短縮。お金で解決できることは、しっかり使います。だから貯金できないのよ。酔い越しの金は、持たない主義なのですよ。最近ギャンブルもやってないからしっかりしたと思ったのに。いや、姉さん違いますよ。昭和生まれの私は、パチンコで学生時代、命をつないでいたんですよ。今でこそ依存症とか言われてますけど、当時は、生活の一部だったのですよ。信じられな時間に起きて朝から並んでなけなしの、1000円握りしめてモーニング勝負を、したり買ったお金握りしめて中型免許取ったり車の、免許取ったりできたもんなのです。免許教習で落ちた時に、次乗るお金なくて昼に数千円稼ぎに、行ったりできたんですよ。パチンカスだったんですね。よくそんな状態だったのに止めれましたね。まず、出なくなったことが大きいかと。ついでに多趣味すぎて時間が有限であることに気がついたのと、優先順位つけてたらパチンコに行かなくなっただけですね。最後に年取ったのであの空間が、供養以外の何物でもないのですよ。やはり楽しめる趣味があれば、人生は開けるもんです。お後がよろしいようでもしよろしかったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。